愛する人が突然いなくなった時、あなたなら何を思いますか？中には喜ぶ人もいるのかもしれません。2000年12月、アメリカ・フロリダ州のセミノール湖、アヒル狩りに出かけていた男性、マイク・ウィリアムズが突如行方不明となりました。妻、デニスの通報を受け、警察が捜索に乗り出すんですが、結局遺体は見つからず、捜索隊はマイクは湖でワニに食べられて死亡したと断定。妻のデニスは悲運なことに結婚6周年目の記念日に未亡人となってしまったんです。失意の中でデニスはマイクの親友だったブライアンと再婚、新たな家庭で再出発したんです。しかしマイクの失踪事故は17年後に急展開。湖から5マイル離れた森でなんとマイクの遺体が見つかったんです。そう、事故だったと思われた彼の失踪は実は殺人事件だったんです。そして何より衝撃だったのがその犯人。逮捕されたのは前妻デニスとブライアンだったんです。遺体なき失踪事故から凶悪な殺人へと変貌したこの事件。一体なぜ17年後にこの事件は解決に向かったのか。そこには殺人で幸福をつかみ取ろうとする男女を嘲笑う皮肉な運命があったんです。おっそす、全身筋肉中、筋肉痛ケンちゃんです。筋肉中なのあと全身やみやみこです。アメリカ・フロリダ州のとある湖で男性が行方不明になってしまうという不審な事故が起きたんです。ですがこの事故は17年後に殺人事件だったことが発覚します。しかも犯人はマイクの妻であるデニスとそのマイクの親友であるブライアンだというんです。なぜ最も近しいとされるこの2人にマイクは殺されてしまったのか、被害者の人物像から探っていきたいと思います。美人妻の闇。今からちょうど20年前の2000年、アメリカの南東端フロリダ州にあるセミノール湖が今回の事件の舞台。この湖にある趣味のために頻繁に訪れる男性がいました。彼の名前はマイク・ウィリアムズ。マイクは非常に勤勉で学業成績も優秀。高校時代は生徒会長を務めていた上に部活ではサッカー部に所属し、優秀なプレイヤーとして活躍していたそうなんです。文武両道の素晴らしい人物だったんです。ちなみにマイクの趣味はアヒル狩りで、事件の舞台になったセミノール湖によくアヒル狩りに行っていたそうなんです。アヒル狩りなんてもうレジャーがあんのね。人望ありまくりのマイクはその高校で後に親友となるブライアン・ウィンチェスターやブライアンの彼女キャシー・アルドリッチ、そしてマイクの妻となる女性デニス・メレルと出会います。4人は共に同学年でした。デニスはその容姿端麗な美貌で注目を集めていたそうで、マイクとデニスのカップルがいかにスクールカースト上位だったかは皆さんも簡単に想像できるでしょう。あんたの高校とか中学とかスクールカーストあったんじゃないの？基本なんか仲良くて、僕いい合唱コンのパートリーダーやってました。全然まとめれなかったみんな全然歌わない。歌わなかった。ろくでもないやつの集まりじゃん。本当だよ、東山と南高校頑張れ。1988年、マイクはデニスらと共に無事に高校を卒業。その後マイクは難関大とされるフロリダ州立大学に進学。政治学と都市計画を専攻し、大学卒業後は不動産鑑定士として就職。職場の上長はマイクのことを今まで見てきた中で最も勤勉な男だよと評価しており、非常に真面目な仕事人だったんです。1994年、マイクは高校時代から付き合っていたデニスと結婚。その5年後には待望の第子である娘アンスリーも生まれ、マイクはまさに絵に描いたような幸せな人生を送っていたんです。しかしその誰もが羨むようなリア充生活の裏で、妻のデニスはマイクの親友ブライアンとの不倫生活を3年も続けていたんです。マイクとデニスだけでなく、友人のブライアンとキャシーも結婚したんです。ということで実はデニスとブライアンはずっとダブル不倫状態だったわけなんですよね。マイクめちゃくちゃ勤勉だったのになんで不倫しちゃうわけよ。めちゃくちゃいい夫じゃない。勤勉だったからっていうのあったんじゃないですか。逆になんか物足りないみたいな女性の中でいるじゃないですか。ちょっとヤバい男好きみたいな。本題に戻りましてね、この不倫真っ只中のデニスとブライアン、ここから夫であるマイクの殺害に動いていくんです。そしてどうやってマイクの殺人を事故に見せかける偽装をしたのか見ていきたいと思います。このぐらい湖の底から、マイクの妻デニスとその親友ブライアンが不倫関係を始めたのは1997年。3年にも及ぶ曖昧な関係の中で、2人は徐々にマイクの存在が目障りになっていったんです。結ばれたいと強く思う2人。そんな彼らにとってマイクの存在は完全に邪魔になっていました。そこで2人が行き着いたのがマイクの殺人計画だったんです。彼らの計画はマイクの趣味であるセミノール湖でのアヒル狩りを利用するというものでした。アヒル狩りの最中にボートに乗るマイクを湖に
に突き落とし転落事故を装って溺死させようと考えたんです。友達のやることじゃないわよ。でも俺友達ですらないですよ。殺さないじゃん普通に考えて人、相手のことが好きだからって言ってね、その相手と付き合ってる人を殺すなんていうのはね、もうまともではないですよね。事件当日の2000年12月16日の朝、計画通り妻デニスは自宅にとどまり、親友ブライアンがマイクと共にボートでセミノール湖へ乗り出しました。そしてついに運命の時が。マイクが狩りに夢中になっている隙を見て、ブライアンはマイクを水面へ突き落とします。これでコソコソすることもなくデニスとの関係を続けられる。そう思った瞬間、ブライアンの目論見が一気に崩壊。学生時代サッカー部で大活躍していたマイクは運動神経抜群。突き落とされてパニックになってはいるものの、とっさの判断でウェーダーを脱ぎ必死に泳ぎ始めたんです。ウェーダーを脱ぎ捨て泳いだマイクは切り株に捕まり、なんと助かってしまうんです。マイクがこのまま生き延びてしまえば、たった今自分が犯した罪が世の中にバレてしまう。そうなればデニスとの不倫関係も終わってしまうだろう。頭の中が真っ白になったブライアンは切り株にすがる親友マイクに銃口を向け射殺。その後ブライアンはマイクを湖から引き上げ5マイル離れた森の中に隠して埋めたというんです。当初の計画とは異なるものの、暗殺には成功した元親友ブライアンと元妻デニス。デニスはマイクが湖に行ったっきり帰ってこないと予定通り警察に通報。湖にいないマイクを44日間も捜索させたんです。どれだけ探してもマイクを見つけることができない警察はついに捜索を中断。マイクは溺れた後、湖に生息するワニによって食べられたのだろう。このように結論付け、彼の失踪を事故として片付けてしまったんです。自分で起こした事件の癖してさ、本当に嫌な女じゃない。そしてね、マイクの失踪から5年後、デニスとブライアンは結婚するんですけど、このままね事故としてね終わりかなと思われたんですけど、たった一人だけこの事故をね事件だと信じ続ける人がいたんです。消えた遺体。マイクの失踪が事故だと処理されてもなお、これは殺人事件だと主張し続けるある一人の女性がいたんです。その人物とはマイクの母親シェリル・ウィリアムズ。シェリルには警察が出した声明の中で猛烈に引っかかっている部分があったんです。それはマイクがワニに食べられたという結論。実はこれにはあまりにも無理があったんです。マイクが失踪したのは真冬の12月。この時期のワニは冬眠期間で動きが鈍くなるため、まず人間を食べるわけがないんです。じゃあそもそもワニが犯人なんて成立してないじゃん。でそうなんですよね。そしてね、もっとおかしいところがあるんです。ワニに食べられたという割には食いちぎられたと思われるようなマイクの遺体が一かけらも見つかっていないんです。そこで母シェリルは一貫してこれは殺人事件であると訴え続けていたんです。彼女は事故ではなく事件として捜査を再開するように嘆願を出し続けます。地元新聞に情報提供を求める広告を出し、フロリダ州知事にも毎日手紙を送るほど。そしてついにシェリルの思いが実り、捜査が再開することになったんです。そんなシェリルの尽力がじわじわと実を結び始めます。事件から6ヶ月後、マイクの失踪事件が偽装であると強く裏付ける証拠が出てきたんです。それはマイクが突き落とされた直後に脱ぎ捨てたあのウェーダーですが、これが一体何の手がかりになるというのか。ウェーダーは湖の水面に浮いているのが見つかったんですが、なんと無傷の状態だったんです。遺体がワニに食いちぎられたとすれば、なぜウェーダーにワニの歯型の一つもないのか。そう、マイクがワニに食べられたという結論は明らかに間違っているんです。でもこれさ、マイクがウェーダー脱いで、その後に襲われたみたいなこともあるんじゃないの？もちろんそういう説もあるんですけど、この時のね、警察はね捜査段階で、ウェーダー着たままワニに襲われたとね、仮定してたんで、そのウェーダーに歯型がついてねおかしいじゃんってなって、ワニに食われた説っていうのがね、なくなったんですよ。こうして事件への疑念が高まっていく中で、犯人であるデニスとブライアンの関係にも変化が生じていたんです。報復の終焉。マイクの死を機に2005年からラブラブ新婚生活を送り始めたデニスとブライアン。デニスは生前のマイクにかけていた生命保険金175万ドルもきっちり受け取ることに成功。ぬっかりないわねマジで。かつくわ。しかもね、これ175万ドルね、日本円にするとね、1.8 億円なんですよね。人殺してそのお金手に入れてね、胸クソっすよね、ほんと。殺人という大罪を犯したにもかかわらず、お金にも愛にも恵まれた2人。このままデニスとブライアンはハッピーエンドに向かってしまうのか。いいえ、罪は確実に償われる時が来るんです。事件から16年後の2016年、ここから大きなしっぺ返しが始まります。この頃になるとブライアンがデニスに対しひどい暴力をし始めるんです。そして思い詰めたデニスは離婚を切り出すようになりました。自業自得よ、もうそんな。マイクにしとけばよかったの、真面目な男に。ブライアンなんか選んじゃうんだから。自分のね欲望のためにね平気で人をね殺せる人間なんで、当然の帰結だったんじゃないかなと思いますけどね。僕のやつじゃないわよね、そもそもね。
一方ブライアンにはデニスと離婚することに大きな不安があったんです。それはもし離婚が成立したらデニスが自分の犯した殺人を警察に告発するのではないかということ。マイクの失踪事故は母親シェリルの執念や無傷のウェーダーの発見もあって捜査は打ち切られずに未だ継続中。まだ逮捕されるリスクは全然あったんです。さらにマイクの生命保険金175万ドルもデニスが一人で持ち逃げするのではという疑いもあり、ブライアンはデニスの裏切りをひどく恐れたんです。そこで彼はとんでもない行動に出るんです。なんと自分の妻であるデニスを誘拐して銃口を突きつけマイクの件を口外しないようにと脅迫したんです。これで一旦は口封じができたと安心したブライアン。ところが今度は妻デニスがありえない行動に出るんです。ブライアンによる暴力に疲弊しきっていたデニスは彼に誘拐された事件の方を警察に通報してしまうんです。2017年ブライアンはデニスの誘拐や家庭内暴力の罪で逮捕され懲役20年を宣告されてしまうんです。デニスに裏切られ20年もの懲役を被ってしまったブライアンにとってもうね捨てるものなんてねなかったんです。そこで収監中のブライアンはさらに思い切った行動に出ます。なんと自らマイク失踪事件のことを告白するんです。どうせ20年も収監されるならもはや同じこと。そう思ったブライアンはデニスが関与していたことをばらし道連れにしたんです。愛する2人が結ばれるために起こした殺人事件は愛していたはずの2人がお互いを裏切ったがために白日の下にさらされることになったんです。